テキラドテジョンです。今回はね、ナビ VS チャムデボッツというところですね。はい。というわけで早速やっていきたいと思います。先行対戦相手、ドラドラ、クローン3発思い切ってる。カイロン陣なので真ん中バルーンで一気にドッカン増やして落としてやろうという戦略ですかね。ポイズンタワーが2本入ってるので、このクローンバルーンに対してちょっと微妙な感じもするので、なんかその辺までフリーズで固めつつっていうやり方になるのかな。ってなると、10時の方、じゃあ10時じゃない、8時の方か2時の方からの入りになるのかな。出やすい含めね、フリーズかけやすいやり方、そんな感じになりそうなんですけど、とりあえずおい、上から行く。なんか、なんか、スーパーアーチャーみたいなバルーンの出し方したらちょっと不安になっちゃった一瞬。ロイちゃん投げてるんだけど、さあ、トームかけてクローン、ドラゴンライダーにかけた。おー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 おこちらね、ローワーブラケット128ぐらいだったかな。全然違った。ラウンド8だった。ローワーのラウンド8らしいんでね。なかなか珍しいやり方で入ってきましたが、なんかすごいな。上の方にテスラが並んでます。フィストでぶっ飛ばしつつ、ロイちゃんはこれ、どうなんだろう。ミスタップとかじゃなくて本当にやったのかな。ちょっともったいないですね。ロイヤルチャンピオン出してしまったせいで援軍が釣れて、その上に裏でロイちゃん使えないっていう。出したことによるメリットがほぼないロイヤルチャンピオンの使い方になっちゃったので、ここでロイちゃんがまだあればね、まだなんかもうちょい希望も見えたような感じはあるんですが、ただまだ黒く持ってるんで結構伸びそうですね。クローン自体もどうなんだろうな。バリューとしてはなんか、突撃艦のバルに合わせるっていうよりはなんか、ドラゴンライダーとかドラゴンにクローンかけてたので、ちょっと想定と違う感じにはなりましたかね。僕の想定してたとちょっと違う感じで。面白いね。さあ、クラウス、ライドラッシュ。ライドラ使い続けてそういうことなんだろうなって気はしますが。そうなるとなんか、今後の対戦もライドラとか、サービス終了とかそういうのが増えるんじゃないかなと思います。3時にアーチャータワー、バルーン当てつつ、ライドラチェーンを入れていく。ガーゴイルいいですね。ガーゴイルで対空砲のターゲット拾っていく。対空砲を落としに行きました。うまい。さあ、ベビードラカットからの、大盛りとかも地味に使いづらいのかも。さあ、エアスイーパーフリーズして。ちょっと嫌な広がり方してますね。ここでトームはかけていきます。ライドラッシュはね、僕も結構タウンホール14の頃練習した戦術の一つなんですけど、結構ね、初手の入りで全てが決まっちゃう感じもあるんで、こういう広がり方した時はかなり辛いです。フリーズ、とりあえずここかけるしかないかな、ロイちゃんのところは。諦めた。だいぶしんどいっすね、そうなると。突撃艦通らないので。ただ結構、伸びてはいるというのか。なかなか見れないですよ、クラスのライドラッシュなんて。さあ、ここはクランジョーのところ潰しにかかりましたが、レイジの判断がちょっと遅れたので、ここは援軍が出てしまいました。だいぶしんどい。タウンホールすら怪しいという展開です。
うん。最近だとね、結構カズマくんとか、ガクもね、1個前の対戦とかでやってましたね。まあ、ライドラのね、ナビのイメージだと、ガクとかね、カズマくんのね、ライドラッシュは結構、使用されてるのはね、昔からちょこちょこ使ってたので見てたけど、あんまクラウスとか、星さんとかも使い始めたら、相当珍しいなって感じしますが、スケルトンの呪文を裏置いてね、ロイちゃんにダメージ入らないような形取ったんですが、まあ一応能力までしっかり温存ができたので、タウンホールまでは落とすことができました。まあでも、こうやってみると、これで87まで行くのは相当伸びた感じするよね。うん。危なかったですが。対戦相手、同じような感じですかね。若干、呪文構成が変わって、クローンの枚数が2枚にはなってますが、まあ、ライドラとかも使ってくるような感じですかね。キングを9時に置きつつ、アイゴレスタート、ウォールブレーカー。うん。だいぶアイゴレ出すの早いなって印象ですが。これ、おお。クイーンもったいねー。さあ、突撃艦出しつつ、一気にここはトームかけて入っていきます。キングにキング渡ってますね。ストライカーとかも持ってきてないんですが、これアイゴレの方がキングの行動をね、無力化しています。さあ、バルーンの方をクローンで増やしていって、レイジとかも打ってるんですが、全くクローン。もったいない。さあ、ロイヤルチャンピオン3時から展開。どんどん落ちてますね。中央。ラッシーだ。ウォーデンに役つけてる。面白いな。トラウォーデンに役がついてます。なかなか、もしかしたら、オウルとかは工事中なのかな。今日はドラゴン対決になるかもしれないですね。パラッとね、さっきね、ちょっと全員の編成見てきたんですけど、ナビ今日全員ライドラです。なかなか見れないですよ。世界一位クランがライドラッシュやってみた。全員で。やってみた結果ってやつですね。さあ、これ回線切ったのかな。クローンで増やすとき、回線切ってなかった。マジか。裏にマルチとか投石とか置いちゃうと、クローンで増えたバル速攻で折られるからね。さあ、ガクライドラ。星3までライドラやってました、今日。さあ、ライドラ大会始まっていく。一気にボバ型スタートして、ユニットの展開がくっそ早い。ガクのタップ速度マジ速いね。このメンバーだと一番ライドラの覚えがあるのはガクじゃないかな。タウンホール12の世界大会とかでもね、ライドラッシュ入れてたんで。そのぐらいの時からね、ライドラ使ってますよというところ。さあ、タウンホールに向かうライドラもしっかり作ってタウンホールを落とすことがこれはできそうですかね。落とすことはできました。さあ、ボマーの方も伸びていきまして、ボマーからもライドラ出るんだ。さあ、クランジョもなんか、どさくさに紛れてクイーンが内側入っていることで折り切りつつ。さあ、モノリスの方はどうだ。ウォーデンがワンプッシュ。さあ、これ、チェイン落ちないか、そのモノリス。落としてほしかった。忙しい人のクラン対戦ですね。みんなでライドラッシュ。忙しくて早く巻きたくても、相手が攻めてくれないと終わらないし、なんなら時間決まってるからね。そんなにね、巻くことはできないんですけどもね。あとはレイジフリーズが1枚ずつ残ってる状況ですが、ちょっとさすがに厳しいですかね。さあ、レイジフリーズここベッド。ちょっと、これはユニット何もレイジに乗らない。さあ、ロイヤルチャンピオンも入りましたが、ライドラにレイジ欲しかったですね。まあ、ここまで来たらあんま変わんないんですけども。まあ、無理くりライドラッシュ打ってると思うんで、このアタックの感じ。ライドラで取れると思って攻めるというよりは、ライドラをやることに意味があると思ってやってると思うので、まあ練習会にもなりつつ、
うん。まあ、世界大会前はね、そういう感じですからね。去年僕らもちょくちょくやりましたんで。対戦相手クイヒーのスーパーホグですが、ヒールが1枚入ってますね。もうほんとこの配置は60クイヒーが多いですね。体力高いんだよな、意外と。これジャイ1枚挟むだけで結構このレイジも温存できると思うんだけどな。こういうところちょっともったいないなって思っていつも見てる。まあアドバイスしてあげたいもん。でなんかターゲット、おでんのね、ターゲット取ってあげるだけで、そのレイジ温存できるぜっていう。うん。フリーズレイジかけつつ、リターン型ではないので、これは、裏のモノリスのケアもある程度していかなきゃいけないような感じにはなるんですが、このガーゴイルはなんだ？削り目的なのか、フォーミングチェックのバルに今出したので、出し忘れというか、いやー、ユニットの押し間違いだったのか。さあ、ここはただいい位置入って、モノリスを追って外流れるんだ。ありがてえな、むしろ。キング流しつつ、スーパーホグパートスタート、ドリルも一緒に混ぜ込んで、ロイちゃん出してない。ロイちゃん出てないよ。ここにヒール打っていきます。ロイちゃん別使いなのかな、これ。さあ、ウォールブレーカーも一緒に入れていきつつ、うん。さあ、スケルトンの呪文をマルチ IT に置いても、スケルトンのね、効果がね、うまく使えないんでね、これだったらね、フリーズ2枚持ってくる方がいいという形。まあ、3時まで残して使いたいかな。これ、ロイちゃん、3時スケルトンロイちゃんとかもありだったかもしんないですね。今回は上から使ってます。さあ、キングに対してストライカーもここで出ていきつつ、まあ、ちょっとね、反面教師になるようなアタックが、今回は結構多いので、まあ、ここから学べることもね、あるんじゃないかなと思います。うん。ちょっと回収なんで飛ばしていきますか。まあ、さっき言った通りね、最初のウォーデンとかね、ああいう単体火力の施設のところはね、ターゲット拾うだけでもだいぶ楽になるし。さあ、69%。今日のアタックはライドラッシュなので速そうですね。サシンセもライドラ、エアスイーパー2本折りで多分下からっていうかこっちから行くのかな。さあ、ロケバルカットを入れていきます。ライドラ大会楽しそうだな。こういうテーマを持った対戦っていいよね。まあ、テーマと言うべきなのか何なのか。スニゴブつかないんだここは。さあ、ライドラパートスタートして突撃艦まで添えていく。まあ、だいぶリスキーな突撃艦ですが、ホーミングも一発ヒットしつつ、ここでトルネード拾っていく。厳しい。さあ、ウォーデンの方もストライカーにボコられつつ、突撃艦は当然届くことはできませんでした。ポイズンターのターゲットを拾ってくれてるのは、まあ、朗報と言うべきか。大事故です。レイジだけはまだ3発あります。これカットすることで、この投石企画にね、ライドラを誘導して、まあ、レイジあるんでね、一発ぐらい撃ってあげてもいいんじゃないかなって感じですが、フリーズナイト死ぬな、それ。もう一回。OK。まあ、これをやらせるためにって感じですかね。あとはまだレイジが2枚あるんで、いい感じに、これ食い火みたいな感じで使っていくべきかな。ユニコーンを回復量を上げるような目的で使いたいかな。さあ、スケルトン使いますが、ここもギガテスラがあるので、スケルトンの効果としては、効果が薄くなってしまうところ。ストライカーとかも持ってきてないので、このキングもちょっと処理がだるいですね。まあ、ロイちゃん、レイジかさすがにずっと。援軍さあ、ラバハウンド登場です。さあ、モノリスまではこれクイーンが拾ってくれるんですけど、レイジはあってもフリーズがないんでね、インビジブルもない。これインビジブルあったらタウンホール落とせたな。
さあ、タウンホール、これは星1ですね。さあ、痛恨の星1。スニゴブレイジ来た。それでもね、レイジがタウンホールまで届いてないし、まあ、どっちにしろだね、届いたところです。さあ、いかにね、クラクラの世界チャンピオンともいえども、なかなか、難しいですね。編成縛りみたいな遊びをしていくと、スーパーアーチャーだと思うんですけど、まあなんか、こういう対戦ってなかなかないから新鮮ですね。さあ、なんかウォーデンまで出しそうなだったらラバいらないんじゃねって思ってしまうような気もしないではないが、さあここで一気にトームかけていきます。そうね、やっぱりこれだったらね、いらないって思っちゃうな。ちょっともったいないかな。スーパーアーチャーなんですけど、クローンの方、これ内側ではなく、イーグル砲の方に増やしていきましたね。そしてインビジブルが外れてますね。連打していくインビジブル。いいね。最後、投石まで持っていけて。まあ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 って感じ。削れた量はだいぶ大きいね。空飛ぶユニットがいれば12時の方とかね、ここ、大砲区画しか残ってないので、まあ毎回言ってるような感じするんですけど、使わないと思ってもガーゴイルとか持っていくとね、こういうところ強いんですよね。ガゴとかベビとかね、こういうところめっちゃ強いですね。ストライカー1体入れて、いいアイゴレこれは。めっちゃいいアイゴレ、ウォールブレーカーも入れつつ、あとどれほど突破できるかなって感じ。3時の方とかもアーチャー1体置きたいっすね。エリクサータンクも残ったんで。ただこれめっちゃ、いいんじゃない？結構良さそう。まあ、スーパーアーチャーパートがね、かなりぶっ刺さった感じもあったので、まあ、いくつかミスはあったとはいえ、もっと伸びる、だから、可能性はあったと言えますね、あれに関しては。ロイヤルチャンピオン挟み込んで、これいけるんじゃないかな、さすがに。マルチ IT の方も HP ギリギリのところまで落ちてるんですけど、キングに釣られてクイーンが戻っていく。ユニコーン解けたけど、これはもうロイちゃんクイーン両方残ってるならいけそうかな。スーパーバーバリアンもね、手元に残ってるんでね。さあ、そろそろもう回収も入れていきたいところ、さあ、ブーメランかけて、裏にもスーパーバーバリアン当てて、まあ、ウォールブレーカーとかもね、大砲に当てるような使い方したいですかね。さあ、スーパーバーバリアン入れていきます。クロークも残ってますね。ナイス全開。これ、初手のラバーも多分いらなかったと思うんで。これ、トルネ解除の意味合いもあったのかな。まあまあまあ、そこまで考えてたらナイスですね。さあ、カズマくんもライドラッシュ。誰がライドラで全開を取れるのか、そういうチャレンジになってまいりましたが、さあ、下からスニゴブ展開していって、上の方もバルーンとスニゴブが出てますね。単体アーチャーターンに対してはバルーン1体で落とすことができるということで、しっかりここはアーチャーターンをまず落としていきました。さあ、スニゴブ使ってクイーン。ただ、援軍が連れてしまったのはこれはどうなんだ？予定外の可能性がある。大砲も削っていって、ここは外の、うわ、削れない。気づいてない。今気づきましたね。ちょっとクイーンの方がこれ HP 持ってかれてしまったので、クロークが出てしまうところ。ライドラの方の面もかなり狭いようなサイドカットできて、迫撃砲とパピーにやられてしまいました、クイーンの方が。フリーズかけつつ、一気のレイジトームが入りそうですが、まだ耐えていく。まだ耐える。ここまで耐えていく。そろそろ来るんじゃないの？まだ耐える。フリーズで温存してますね。ここでトーム、ちょっとトームが残したことが裏目になりましたね。スーパードラゴンも溶けていって。だいぶトーム溜めましたね。これも少し裏目になってしまったか。ロイヤルチャンピオンをタウンホール取りに行くリカバリー。今日の対戦はなかなか
ロイヤルチャンピオンでタウンホールを取りに行くシーンが目立ちますね。フリーズインビジブルあるので一旦インブから入るのかな。フリーズで行くんだ。さあ、ロイちゃんブーメランだけ飛ばしつつって感じですね、ここは。ドゥンドゥンドゥンと。さあ、78% です。いや、今日の対戦マジ早いわ。さあ、スーパーアーチャー編成。ゴーレム持ってきてますね。結構良さそう、そのゴーレム採用。さあ、まずはスーパーバーバリアンポンポンポンと出してからバルーンを広げて、ポイズンターとかもあるんでね、手前です。しっかりターゲット拾いたいですね、これ。さあ、突撃艦合わせていきます。トームかけつつ、拾っていって、そこに落とすんだ。もうちょっと寄せてもよかったんじゃないかなって感じはあるんですけど、ボムターンも近いしね。ファンホールは落とせましたね。クランジョも、なんかこの辺でチェインすると熱いんだけど、特にチェインはできず。トルネードがね、タウンホール前のところにもしあった場合は引き込まれてしまうとか、そういうリスクがあったんですけど。で、使ったまってるしな。モノリスのターゲットはゴーレムが拾ってくれて、エレクトロタイタンがちょっと流れてしまっている。ここスーパーバーバリアン付け足しつつ、ストライカーも入れていきます。いいフリーズだね、これ、アイゴレ。いいウォールブレーカー。1作っていく。さあ、もう一回ウォールブレーカー中心部、ロイちゃん出しちゃった。いい流れ。キングを6時に流してから出していくことで、6時拾いつつ入れることができるっていう流れなんですけど、フリーズとかね、インビジブルとかないんでね、これクイーンの方が黒く。どっちかっていうと、キングもう直に入れちゃってよかったかなって感じかな。ロイヤルチャンピオンもね、出し切ってしまったので、これは苦しいですかね。ナイス防衛。他の動画でも言ったような気がするんですけど、トキさんの配置がベースになったアタックな、ベースになったベースな気がしますね。これもね、壁が繋がってないところでね、スーパーバーバリアンが壁を殴って入らなきゃいけないというところも、スーパーバーバリアンからするとちょっとめんどくさい。さあ、ラストアタック星さん、ライドラッシュ、どういうやり方でやっていくんでしょうか。さあ、9時にライドラを切って、反対サイドもライドラ。このライドラ、コスパ悪いな。さあ、クイーン展開してライドラパートスタートしていきます。さあ、突撃艦まで添えつつ、一気のトームで入れていき、タウンホール外のところをヒーローパートで伸ばしていくみたいなイメージですかね。さあ、インビジブルターしっかりフリーズかけて、レイジ、大丈夫ですね。タウンホールしっかり落とすことができました。さあ、スケルトンの呪文も置いて、ここは、シングルインフェルノのタゲ取りつつ、フィストで一気に飛ばしていきます。さあ、中心部ライドラにね、かけたレイジだったんですが、とかね、そっち進んでほしいなという形だったんですが、うまく入り込むことはできず、モノリス向かったところもフリーズ打ったんですが、ただ、しんどいっすね。今日しんどいっすね。しか言ってないような気がするけど。さあ、いいチェーンぶち込んでくれ。ウォーデン。どっちにしろチェーン入んないのか、その区画。これ、ライドラ全然刺さんねえな、この配置。刺さんない配置に刺さんない攻めしてるような感じですね。
まあわざとだと思うんですけど。これは八百長か？さては、負けるように指示された試合なのか？まあその可能性はあるね。八百長じゃなくてなんかもう、世界大会以外の対戦いらねえから消したみたいな。なんかちょっとボイコットに近いような。まあ、意図としての一つはそれもあるかもしれないけど、まあ基本的にはね、別の理由があると僕は思ってます。ブーメラン入れつつ、まあ、結果的には全員全開は取ることができませんでしたということで、飛ばしていきましょう。が 80% です。はい、というわけでね、終わりまして、9対11ということで、まあ、だいぶ珍しいスコアになりましたね。平均破壊率79ということで、とんでもない大事故パラダイスということで。まあ、珍しくね、世界チャンピオン全員でライドラ使ってみた結果というような対戦になりましたが、結果9点でした。やってみるとね、やっぱりね、刺さる配置にしっかりユニットを使う、なんか、毎回同じ編成をね、どんな配置にもするっていうのはやっぱ難しいもので、その道のプロであっても配置に合ったものをしっかり適切にね、選んであげないとこうなってしまうというところが分かったかなと思います。なんかちょっとね、今回ネタ会みたいな感じになりましたが、こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。さよなら。